韓国ソウル地下鉄クイ駅。着いた着いた。隣のコンデイックとカンビョンに挟まれた生活の匂いがする街。さて今日行くところはこっち。なかなか頻繁に来ることのない街やけど、ここにかなりいいお店があるのよ。そんなクイの街をこっちわさびが今日も行く。一番出口を出てすぐ目の前の路地。この中に入っていってひたすらまっすぐまっすぐコマやって横にはお魚たちが泳ぐ。道を通りすがるときにはご挨拶。すぐ目の前にはタコチュー。あ、これチュクミか。チュドにもご挨拶。クイの町には挨拶せんとあかんやつがいっぱいおるな。少し広い通りに出ても構わず直進。ちょっとした都会のオアシス発見。えらいコンセプトしっかりとしたお店や。でも今日行く店はこの真逆と言ってもいいお店だって、ほぼ家や。入店するときただいまって言ってしまいそうになるかもな。ほらもう見えてきたでマイホーム。いやちゃう。着いた。早くもこした이런 분위기에서 먹으면 완전히 집밥이지。今日のお店はコヒャンチ。ほらね、もはや実家、いや実家以上。このメニューがなければ不法侵入を疑うレベル。このお店は完全に靴を脱いで入っていかないといけない。もうやっぱ家やん。じゃあ靴を脱いでただいまー。いや入店です。こちらのメニュー大きく分けて主メニューと季節メニューと書かれてる。チュクビ、センテチゲ、カンジェミ、ペムチム、チャントゥンオタン、カンジャンケジャンまである。その下には季節メニュー。今の時期はコマ、カキ、あとは鳥貝の料理まである。やっぱここに住まわせてもらうわ。おっと注文していかんと。센테찌개 주시고요. 그리고 참꼬막이랑 진로 한면 주세요. 各テーブルにはコンロが常備。もうこれ部屋です。この武骨さが料理の質を際立たせてる感じするわ。そんな時用意してくださった基本のおかずはもやしの和え物、ししとうとじゃこの煮物、きゅうりの和え物、海苔、ジョンガッキムチできた。めちゃめちゃ冷たく冷やされてることがわかる曇り気味でのぐる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 。ついてる霜を吹き飛ばしてやろうと思ったけど失敗したでローリング。今日ガマちゃん活躍してしまう日かもしらん。いくら外は寒くてもこいつは冷たい方がいい。そんなわがままな俺の本日1杯目。ゆっくりと落ちていく感覚。これがリアル消化。息しろしチュクミの口に隠す恋。ありがとうございます。さあ目の前にあるおかずを食べていかんとあかん。まず手が向かったのは当然のこれ。色見ただけでも間違いがなさそうや。チョンガッキムチ。一口入れると俺の予想が当たっていたことを確信する。食欲をさらにそそる音。このチョンガッキムチマジでうまい。食感、酸味、辛さ完全体や。ちょんまげにしたろかな。ガマちゃんよ聞いたやろあの音。お前もちょんまげ作っとくか。この味やったら安心していっぱい。ここのおかず全体的に全部マジでうまそうなんよ。ししとうの煮物もパクリ。強者はこれだけで一本空いてしまうほどの破壊力。やば。こっちはどう？きゅうりの和え物。すかさず口に運ぶ。素材の食感は生きてて、その中にも感じる手作り感。おかずだけで笑顔が溢れてしまった。究極の家庭料理とはこのこと。最高です。こんなにおかずだけでテンション上がってたら白いシャツが帰る時には真っ赤になってしまうかも。
てことで目の前にかかってあったエプロンを一つ持ってきた。銃に撃たれて真っ赤になる前に防弾チョッキは必須。なんか書いてある。売りぬん花 We are the world。 はい、もう一つになる準備はできてます。一番上のコマをゲット。この硬い殻の中にはあいつが待ってる。開けるためにはこいつが必要。名前知らんけどこれ以外で見たことない。握ると先端が開くんよ。先端を殻のお尻側に当てて、失敗した。しっかり当てて握る。この音癖になるわ。ほらピカピカ光っとる。説明不要のまるで宝石。宝石泥棒に転職。正真正銘うまみの塊。弾力があって独特の甘みがふわっと広がる。めっちゃうまいねんけど、この汁を飲むのも正解の食べ方。これはね、傾くよ。一粒で覚悟を決めた俺。でも動く。名前もわからんこの道具は家宝にしてやった。まずは耳で味わった後は目でも味わう。そしてこの汁をごくり。続けてすぐさま手はガマちゃん。そいつも一気にごくりと喉に流し込む。すべて整った。パクリ。このシンプルな素材の味、これをソウルで食べれるだけでも価値があると喜びをかみしめてたら、今日のメインの座を奪われまいとやってきた。ずっと飲み干す。到着後数分待つとこのお姿に。スプーンが行き場をなくしてしまっている。ちょっと味見したい。ブクブクしている真ん中からスプーンを投入。軽く混ぜてあげる。香りはしてんねんけど、まずはスープをすくってあげる。もうこの見た目だけで食欲はそそる。フーフーしてごくりと口に。この一口だけで味見は終わらんようになるかも。ほら終われへん。見た目は赤いけど辛いとかじゃない。熱々やのに口の中が涼しくなる感じ。これ前の日に酒飲んできたら最高のスープになってしまうで。アルコール即分解されるほどの破壊力。いやー、もうこれたまらん。即分解されてまうからもっと入れとこう。グラス持ち上げてもスプーンは前順。安心してグイッといける。この繰り返しがなんとも心地いい。何も考えなくても生きていけるんやという勇気があふれる。体中の老廃物が全て口から漏れた瞬間、その口からは笑みがこぼれた。ちなみに生のタラやから時間はかかる。様子を逐一チェックしながらもやしの和え物。ここのおかずは時間を埋めるのにはもったいないほどの美味しさやけどね。あかん、我慢できひん。タラはまだやけど、上に乗っかってたミナリや豆腐を器に移していく。そしてもう一度すくうと出てきた。これ卵ちゃうかな。ごっそりそいつも移していく。最後に肝心のスープもかけていく。グツグツとした音の誘惑には即乾杯。何の思惑もなしに作ったら取れたこいつ。まずはこれから食べていかなあかんな。しっかりとスープの色にも染まってる。今日は夫婦の連続で酸素ボンベも必要かもしらん。そして一口でボソボソとせずホロホロと口の中でほどけていく。これは冷凍じゃないからかな。うんまっ。次はこのお豆腐も。こういうチゲの中に入ってる豆腐は超危険な食材の一つ。もう熱持ちすぎて怪我してしまうからまんべんなく北風を送り続ける。そいつもパクリ。温まる。食材に気を取られがちやけど、ミナリの香りもちゃんと全体に回ってる。
少ししんなりしたこの緑のアクセントが味を底上げしてんのよね。再びこの塊を一気にいきたい。熱いのは覚悟の上や。俺はこれを食べたいの。一瞬の迷いは見えたけど、少し噛むだけでもう溶けていくんよ。しかも濃い味が口に残る。いやー、もうこれやばいかも。ずっと耳元で泣いてるやん。ここ聖地になってしまうかも。いや、もしかしたらアジェの聖地にはなってるかもしれんで。即分解は忘れずに行う。俺今日酔いざましの薬の広告入れてるんちゃうんやから。落ち着く。お豆腐もガブ。一旦火を止める。そう、見た感じタラがええ感じになってきたんよ。生のタラやから時間はかかるけど、これ見て、多少の犠牲は受け入れる。ほんと癖になってしまう。このスープも上からかけてあげる。タラはまた泳ぎ出してしまうかも。じゃあ口の中で大暴れしてもらおうか。いざ。箸を乗っけただけで崩れた。出るかこれ。ほら、ホロホロしすぎてる。妥協するしかなかったこの実の量。もうちょっと大きめ掴みたかったけど持たれへん。でもこの実の中に詰まってる旨味を一口。予想通り大暴れ。サンバのステップ踏んでるやん。ほら、しっかりとした魚感はあるものの食べやすく、素材の旨味を生かした優しい味付け。言うまでもなく身は柔らかく、プリッとした弾力があるのにほろっと崩れ、いつの間にか口からはスッと消えている。噛んでたよね。もうちょっとたくさん入れたい。せっせとスプーンに運ぶが、やはり身は崩れてしまう。スプーンという名のランウェイを歩くにはあまりに繊細すぎる。よし、確保。信頼関係は少しずつ築いていこう。この儚さこそが千の証。今回はもう少し噛んでいたい。そんな願いを込めてのこの量である。口に運んで数回口を動かしただけで溶ける。いや、もう助けて。もうしゃあないから骨の周りの身をチュパチュパ。骨は大きいから気をつけな。もちろんタラの身はうまい。ただこの旨味が十分出たスープが醍醐味。スープを飲み干せば創作活動も開始される。一気にその身たちを口に入れると、胃の中でも旨味が抽出されてる感じ。最高。下方準備。ちょっと今日の組み合わせ反則すぎる。こうなると頭がフル回転。殻の中の鼓膜をプニッとお皿に乗せる。ここから俺は作曲家に大変身。2粒、3粒、4粒、5粒。指揮者は飲めの合図。鼓膜の宴が開始。あ、ペロッ。そりゃそうよ。ないと困るよ。ガマちゃんの鳴き声も作曲には必要不可欠。まずはグイッとお清め一杯。備えよ、この鼓膜の宴の地響きに。おい、一粒。神の手が動く。マラドーナ並みの神の手でゴールが決まった。塩の香りが甘さも運び、一気にボルテージが最高潮まで上ってしまう。ここ俺の実家にします。ご飯は注文制なので注文しておいた。オープン。さあ、まだまだ頭は冴えている。まずはお茶碗の半分のご飯をスプーンですくっていく。深めのお皿に半分というのをきっちり守る男。いくで。鍋の中からタラを持ってくる。ご飯の上に。追われるはずがないやんか。他の具たちも合流。もちろんスープも必要。何もなかったご飯に魔法がかかる。ホグワーツで学んだ回がここで生かされるとはな。ここからまんべんなく混ぜていく。タラの身はここでほぐしていこう。タラは細かい骨がほとんどないから食べやすいよね。どこぞの魚みたいにちまちまとした小骨でこちらを試してくるような真似はしない。いい感じに混ざってきたところで引き上げる。食欲に自信のある人はご飯足らんかもしらんね。それぐらい完璧なビジュアル。そいつを大きく口に入れるとご飯でとろっと感も増し、食事になっていく。だから迷わずチョンガッキムチをかじる。このチョンガッキムチだけでもうまいのに、そいつもトッピングで相乗効果。すぐにいっちゃダメよ。タラの身と混ざったご飯が下に残った酸味とも混ざっていく。我慢できずに手が伸びる。
真理に達するこの一口、圧倒的な存在感。最高のアクセントを加え始める。柔らかさと硬さ、温かさと冷たさ、うますぎんのよ。さらにおかずがメインのポテンシャルを極限まで引き上げてくれる。まずはご飯の半分、すぐさま胃の中に落ちていった。きゅうりの和え物も2段重ね。負けじとこいつも音が出る。飛ばしすぎてるからちょっと落ち着こうと思った瞬間目に入る。そういやまだ食べてないものがあった。まあこれから活用していく予定やからちょっと待ってて。そいつはこの海苔。うまいもの多すぎて後回しにしてた。ほらもう今日 ASMR に転職してもうてるわ。転職記念で一粒にあり。動くよ動く。食べるんかい。欲望と戦うあなたが一番美しい。そんなこと誰にも言われたことない俺は鼓膜の殻をせっせと開けて身だけを取り出す機会になっている。この努力は後で必ず報われる。それだけを信じて。これが努力の結晶。上からぶっかける。必ず中のお汁も一緒に。鼓膜ビビンパではないけど、俺の予想ではそれ以上のうまさがあると確信している。引き上げてしまったら最後、これも一口で食べていく。実は社長さんが帰り際言っててんけど、かなり自信を持ってる鼓膜らしく、いいものが手に入りにくいと嘆いてらっしゃった。それだけ新鮮な鼓膜プラスして海苔もかじる。食べれば食べるほど食欲が再起動していく。ここで出ました海苔の活用。この技見せんとこ思ててんけどな、出してもうたわ。すぐさまスープ。この鼓膜ご飯にタラからうまみが出たスープ。ループが続いてしまう。次はお気に入りのチョンガクキムチ。このご飯もチョンガクになってしまった。やっべ、俺だけチョンガクとして取り残されるんちゃうやろな。ああ、さよならさよならさよなら。もうええて。悔しさに紛れて火を出す。これで自分を慰めている。食感と風味のハーモニーがさよならのメロディーに乗って耳に響く。ご飯もそろそろなくなってきた。一気に書き込み、今日のメニューは間違ってなかった。鼓膜もあとこれだけ。パクリ。最後は海苔も準備。最後の一粒は海苔と合体。正直今日ダブルメインみたいな形になってしまったけど、それほどここの料理が全てうまかった。ただそれだけ。おかずも含めてね。すごく名残惜しくて鼓膜が入ってた皿まで揺らしてる。何も入ってへんのに離れたくない気持ちが挙動不審にさせてしまっている。ほんまに最高の食事やった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。普通に食べに来たらこれ一本では済まない。でも今日は最後の一滴まで。さすがに季節メニューは少し値段は張るけど、こんな新鮮さやったら一年中楽しめてまうで。次は春メニューのチュクミしゃぶしゃぶやな。本日最後の一杯。ん？せや、ここ春まで俺の予約席にしといてもらえるかな。福井駅にある年季の入った一軒家のような千手チゲ、それとちゃんこまを食べれるお店。ほんまに看板なかったら不法侵入レベルの見た目。でもそれだけ家ご飯のような落ち着きと味を提供してくれる。行ってきますって言ってしまいそうやけど、料理はもちろんあのおかずだけでご飯一杯はいけるというぐらいの美味しさ。いやー、大満足や。行きしな来た道を戻ってると、身軽、味の家へと続く道みたいな意味かな。じゃあ今日この意味そのままや。うわー、なんか今日今までで一番綺麗にエンディングいけてるやんって思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだー。